どうも関野義治です。グレージャーニーをもう一度。前回は大航海時代の初めて世界一周したマズラーについて触れました。そしてそれとともにその時代の歴史について触れましたが、今回は、南部少将、これを南から北に逆をついて、調査したのは、パタゴニア探検史上誰もいないと思います。それをやろうと進みました。さあどうなることでしょうか。一緒に見ていきましょう。さあパタゴニア南部表紙を向かって出発です。最初は自転車ですね。次にアルゼンチン港およそ70キロ、漕ぎ渡ります。ちょっと荒れてました。そして、氷河の取り付きに行くまで陸路を約20キロ行きます。歩き、荷物は馬に乗せていくんですけども、これはアンモナイトの化石ですね。これはここが海だったってことですね。なおかつ削られてますね。これは氷河によって削られてたんですね。これは珍しい、光景ですね。で川に出たんですけども橋がなかったんですね。で備え付けのワイヤーがあったんでそれを利用することにしました。でここを渡んなければいけないんですけども、アンデスではもっと長い川にかかっていたり、アンデス登山ではよく使っていますね。カラビナを利用して、移動してきますが、だいたい短いので 1,2 分で渡ってしまいます。難なく渡りきりましたね。人だけではなくて荷物もこのワイヤーを伝って渡します。小屋が見えてきました。ここで私たちはカヤックで来た遅れてたんで、先に仲間が行ってこれから南部少将を渡るための装備を運んでくれていました。ペルー人隊員、それから日本人の隊員。道かなり悪い。斜面なんだ。ちょっと傾斜があるから明日ソリ持って行ってやってみましょう。これから最低4週間は、音信不通になるので、家族に手紙を書きました。日本って切って貼るとこ間違っちゃって貼るとこなくなっちゃってきて、わかりました。これはじゃがいもを切ってますけども、氷床に登るとこういう生の野菜が食べられないんですね。とにかく軽くしなきゃいけないので、ウイスキーもしばらく飲めません。重たいので。そして夕食はカレーですね。カレーは旅の食事の定番なんですけど、生の野菜は特別ですね。乾燥野菜と違って味が染み込んで美味しいんです。一口一口味わって食べました。翌日サポートで荷揚げしてくれた人の一部はこれから帰ってきます。一部の人は私たちが終わった後に迎えに来てくれます。さあこれで、南部少将実際に渡るメンバーだけで荷揚げをします。ここに見えてるスキーとか炊事道具、キャンピング道具、いろんなものを運んでいきます。いよいよ、パタゴニア南部少将に、向かいます。
いよいよ出発というところですが、今回はここまでです。次回、この南部少将にチャレンジします。氷河っていうのは雪が降りますよね。で斜面をこう流れ出てくるのが氷河なんですよ。でその氷河の、海とか湖に流れ落ちるんですけども、その元になってる大元の氷の塊が氷床なんですよ。だから氷河は氷床の子供ですね。氷河の方がもうすごいギザギザなんですよ。こうイレギュラーなんですよ。だから普通にも歩けないからアイゼンをしっかり履いてガシッガシッといかないといけない。だからアイゼンピッケルは、常に必要だけど、氷床に登ったら場所によってはアイゼンピッケルで移動しなきゃいけないけども、大体スキーで進めるという。このパタゴニア南部氷床というのは、有名なイギリス人の、探検家であり、登山家であるエリック・シンプトンという人が北から南に縦断してるんですね。でそれを今回は逆をついて、南から北へ、それは誰もやってないのでそれにチャレンジしようと思ったんですね。風に追われて進むのと風に向かって進むと全く違いますので、嫌なのはこう吹いてますよね。で前にかしげても倒れないんですよ、傾けてても。とか急に止まるんですよ。そうするとバタンで倒れちゃうとかね、そういうちょっとこうイレギュラーな風ですね。ただ単に氷床だったら難しくないんですけども、とにかく常に強風が吹いてる。特にブリザード、強風が吹く時は非常に困難な場所なので、難しいって言っても難しいですよね。避けたい人もいるでしょうけど、それが一番こう想像力を発揮できるし、面白いってことと、やっぱりその困難さにぶち当たるとそれを解決していく段階で人は成長していくような気がするので、要するにこれから何が起こるかわからない、そこで、それに対して解決していくためには何を使うかって言ったら、自分の今までこう体験してきたこと、経験したこと、したこと、あるいは技術とかそういうものをフル回転して使わないと困難さを乗り越えていけないんですね。でそれを総動員して解決していくことの面白さでしょうね。